おいすー、イモナレフです。今回はこのヒロアカウルトラランブルのクローズドベータテスト動画だよ。このゲームはヒロアカ題材の基本無料バトルロワイヤル。対戦は3人でチームを組み、最大8チームでマッチングの計24人対戦。このマッチング人数とエリアの広さがまた絶妙。基本的にマッチング人数いっぱいでの対戦になるのだけど、スタート1の選択は完全自由なのもあって開幕からプレイヤーが密集してごちゃごちゃするという事態が起きにくい。それでいてエリアの広さと人数のおかげで戦闘頻度はそれなりに多く、戦闘時間と移動時間のバランスが良かった。またスタート地点の選択はメンバーが選択している地点がリアルタイムで見れ、制限時間内ならいくらでも変更ができるので非常に合わせやすいのも評価点。またキャラのコスチューム、ボイスパターンに非常に力が入っている。コスチュームは色違いではないユニークコスチュームがクローズドベータテストの時点ですでに各キャラ最低1種類。多いキャラに至っては5種類もある。ボイスパターンも非常に豊富で、アピール時に発せられるボイスも含めると原作の決め台詞はほとんど全て網羅している豪華ぶり。さらにチームアップしたキャラの組み合わせ次第で掛け合いが発生したりと、キャラゲーとしてのこだわり具合が伺える。基本システム紹介。戦闘で使用するのはキャラごとに性能が異なる格闘攻撃。加えてアルファ、ベータ、ガンマの3種類の個性技を使用できる。個性技はキャラごとに射撃、突進、範囲攻撃など効果は様々。さらに個性技はレベルアップカードを拾うことで強化されより強力な性能となる。と言ってもただ拾えばいいわけではなく自分のキャラのタイプに合ったものを拾わなくては上がらない。このシステムが初心者にはちとややこしい。要するに自分の使っているキャラのタイプと同じ色のカード、それと虹色のカードを集めていくと良い。キャラごとに主力の個性技を見極め強化をしていくのが対戦において重要な要素となるよ。他にもキャラによってはレベルアップに依存しない特殊行動を使用することも可能。例えば主人公の緑谷なんかはダウンしている味方を背負ってその場から退避することができる。しかし個性技も含めて強力すぎるもの、逆に弱かったり他の特殊行動の介護官になっているものなど格差が激しい。まだまだ開発段階のゲームなので今後の調整に期待。操作性やシステムも結構癖が強い。例えばダッシュ開始時にブレーキがかかって加速まで一瞬時間がかかったり小回りがつかなかったりと慣れが必要。ガードポイント、いわゆるシールドのシステムも独特。このゲームはシールドを獲得している状態で攻撃を受けるとオートでガードモーションを取るという独特のシステムになっている。シールドがある状態ならば相手の強制ダウンや高速といった行動制限からも身を守ることができる。しかしこのガードシステム、非常に困った仕様もあって自分の個性技を使っている時でも発動して中断されてしまう。さらに状態異常主体の技は大体ガードで無効化されてしょっぱいダメージが入るだけなのでほとんど役に立たない。クローズドベータテストでは近距離主体の個性技持ちや、状態異常主体の個性技持ちが不遇な環境だったよ。個性技中はスーパーアーマーを付与したり状態異常はガードされないようにするなど何かしらの改善が欲しいところ。他にも敵の視認性の悪さや、味方以外の音がほとんど聞こえない音響関係の使用などちょくちょく見直して欲しいポイントがあった。こちらの方も正式リリースでの調整に期待。クローズドベータテストの段階でのプレイアブルキャラは12人。今度はその中から個人的に使っていて楽しかったキャラ、強かったり弱いと思ったキャラをご紹介。使っていて楽しかったキャラ。まずは主人公緑谷出久。弾数が多く連射も効いて火力も優秀な上しゃがみ撃ちで遠距離射撃もできるアルファ技。飛び蹴りで一気に距離を詰めたり離脱にも使えるベータ技。障害物に引っ掛けて立体起動が行えるガンマ技とどの技も高水準で扱いやすい。強いて弱点を挙げるとするとガンマ技追加入力の黒ムチ振り回しががっかり性能な上暴発した時途中キャンセルができないのと、ダウンした味方を背負う特殊行動が、口述のつゆちゃんの救助スキルの完全介護官になってしまっていること。それらを差し引いても格闘攻撃も火力モーションともに優秀な優等生万能キャラである。続いてダビ。弾速が遅い代わりに誘導性能が強い射撃のアルファ技。罠を設置し引っかかった敵に大ダメージを与えるベータ技。ガンマ技による範囲攻撃と、牽制と迎撃が得意な独自の戦闘スタイルを確立しているキャラ。使い方がわかるほど楽しい。続いてミスターコンプレス。個人的に最も使っていて楽しかったキャラ。主力のアルファ技による射撃は単射程で高所は狙えない代わりに威力が高い。レベル7以上にした時の軽トラ投擲は超強力。
逃げ足と欺くことだけが取り柄の売り文句通りガンマ技で一気に距離を取ることも可能。ただし発生が遅く使用タイミングを誤ると逃げ遅れてしまうというリスクもある。このように強みと弱みがはっきりしている性能であり、いかに自分の長所が活かせる場面に持ち込むかというのが楽しいキャラだった。他にも射撃を跳ね返せるベータ技、味方を圧縮して保持して回復できる特殊行動といったトリッキーな技が揃っているよ。強い、もしくは強すぎるキャラ。クローズドベータテストでぶっちぎり最強を誇っていたのがマウントレディ。とにかく巨大化の性能が攻撃力、防御力、機動力全てにおいてぶっ壊れており持続時間もクソ長い。個性技は射撃、範囲攻撃、突進と平凡なものだが巨大化により規格外の性能と化す。巨大化による攻撃範囲と機動力による暴力で相対したものは抵抗どころか逃げることも許されない。対策としては他のチームと戦っているマウントレディの巨大化前や直後に奇襲をかけてシールドを剥がし一気に畳みかけるといったものになるが、相手にシールドがある状態で先に見つかって巨大化を使われたら諦めるしかない。本リリース時の調整が最も求められるキャラだろう。続いてシガラストムラ。個性技が全て地上技な代わりにいずれの個性技も強力。まともに命中すればシールドも体力もごっそり持っていくアルファ技。レベルアップで圧倒的な範囲と火力を発揮するベータ技。驚異の速度と移動距離を誇り得意の接近戦の要となるガンマ技。といった高水準な個性技で原作通り全てを崩壊させる上級者向けのキャラとなっている。続いてつゆちゃんことアスイツユ。アルファ技は超リーチの攻撃技になるほか、障害物に当てれば立体起動が可能。しかも他の立体起動技と違いクールタイムがほとんどないため、常に飛び回ることで相手を翻弄できる。さらにベータ技の広範囲技も連発可能で接近戦に強く、ガンマ技で透明化を使って隠密行動までできる。しかし彼女の真骨頂はいずれでもない、特殊行動のケロキャッチ。ダウンしている味方を中距離から一瞬で引き寄せ、おまけに蘇生までしてくれるというぶっ壊れ救助技。緑谷とオールマイトが持っているダウンしている味方を背負えるという特殊行動を完全に切ってしまっている。ケロキャッチを除けば機動力の高い優秀な近距離キャラといった具合なのでこちらも調整が待たれる。弱すぎるキャラ。最後は悲しいことにこれは無理だ、となってしまったキャラ。まずはうららかお茶子。アルファ技のワイヤー射出だが対戦中は壊れていて射出されない。ベータ技の分回しは連続攻撃技で合計ダメージが見込めそうな見た目ではあるが、シールドを持っている場面では前述のガードモーションの関係で簡単に中断されてしまう。ガンマ技は指定位置を無重力で浮かせて範囲攻撃を行うものだがシールドを持っている相手にはほとんど無力。追加入力で最初に浮かせた物体を落として攻撃することができるが、追加入力までの時間が長すぎる上に動き回っている相手に落下物を当てるのは不可能に近い。たとえワイヤーが壊れていなくても相手のシールドを剥がす手段に乏しく、近距離戦闘はガードの使用の関係で厳しいので不遇なキャラに感じた。次にセメントス。すべての技が弱い。障害物を作るのが得意なキャラではあるが、形成が遅い上に全くこちらに有利な形状ではない。むしろ味方の邪魔。攻撃手段にも乏しく、障害物も味方の有利に働かないので戦闘もサポートもできないなんとも悲しいキャラである。その他のキャラたちは原作の個性がよく落とし込まれているが、ゲーム性能的にもう一声二声強みが欲しかったというのが個人的な感想。とまあ色々良いところや気になるところを挙げさせてもらったけど、クローズドベータテストを遊ばせてもらった感想としてはキャラゲーとしての原作愛はすでに十分感じられる出来だった。対戦においても気になる点はあれど楽しい要素が多くを占めており、期間中ほぼフルタイムで遊ばせてもらった。しっかりバランス調整さえしてもらえれば素晴らしいものになるという希望が持てるゲームだったので、本リリースにはぜひとも期待したい。それではご視聴ありがとうございました。